兵庫県議を実に追い込んだ立花さんについて話してください。個人的に一線を越えてしまったと言います。ただ、竹内議員が自首したということに対して、刑事事件に問うのは、なかなか難しい部分はあるかなとは思うんですよね。直接脅迫をしたとかというわけでもないので、家行ったろうかみたいなことは言ってるんですけど、じゃあそれで家に行ったろうかというのが、じゃあ法律に触れるほどのことかっていうと、そこまでではないよねってことになってしまうので、なので、脅迫に関してとか、実際に起こったことに関して刑事罰になるかというのは結構難しいんですけど、その前の段階の選挙に関して割とやりすぎだよねとかっていうところで、何らかしら警察が動くという可能性はあるんじゃないかなと思いますけど。確か、百条委員会の奥谷さんが被害届は出していて、これ以上言ったら自殺されても叶わんからやめるわみたいなことを言っていたので、そこに家族が被害を受けましたっていう形で被害届を出していて、それに関して捜査をしているという状態なので、警察って結構自分たちのメンツを潰されると割とちゃんと動くっていうのがあったりするので、今回兵庫県警のメンツは潰されている形なので、何らかの行動はするのではないかなというふうに思ったんですけど、それに対して立花さんが自殺をほのめかして今どっかの警察署に保護されたんだっけっていう感じでなんとか保身をしようとしてるっていう状態だと思うんですけど、ただ時間の問題なんじゃないかなと思いますけどね。根拠がそんなにないので微妙なんですけど、多少ある根拠としては、立花さんと立花さんの政党に所属する国会議員の人が岸田さんに会った時に統一教会との接点がありますっていうのを公言してるんですよね。統一教会の信者としては自民党筋で潰されてしまうかもしれないっていうのがある中で、国会議員と政党が統一教会とのコネクションを持っているというのを岸田さんに言うことで、なんとか生きるかもしれないっていう形で、統一教会の信者が立花さんおよび立花さんの政党を応援支持している可能性は結構高いんじゃないかなと思っていて、基本的にマスメディアを敵対視するような行動に対して信者筋の人が出てくるんですよね。それは統一教会だったりとか既存なカルト系の新興宗教だったりとかっていうのはメディアからはバッシングされがちなので、それやりすぎたんですよって話なんですけど、メディアは信じられないよねとかって言ってて応援している立花さんおよび立花さんを応援している人を支持するという構造になってるんじゃないかなと思っていて、立花さんウォッチャーであるジャーナリストの人が反社会的カルト集団の党首かなんかっていう言い方をして東京地裁で立花さんに訴えられたんですけど、東京地裁としては立花さんの行動を証拠で判断する限りは反社会的なカルト集団であると言われてもしょうがないよねというところで立花さんの訴えが棄却になったみたいにもあったりするので、なので支持をしてくださいと言ったかどうかはわからないんですけど、結果として宗教の人たちが支持しているという状況と、あと確かね立花さんね幸福の科学の信者だって言ってるはずなんですよね。多分幸福の科学信じてないと思うんですけど、幸福の科学からお金をもらうなのか信者から指示をもらうのか分かんないですけど、確か幸福の科学の信者であるは言ってると思うので、なのでそういうカルト系の人が支持しやすいという状況にはなってるんじゃないかなと思いますけど、兵庫県知事ってなんで立花さん一部の支持者の皆さん県関係者の誹謗中傷をやめくださいって名指しで言わないの？ずっと誹謗中傷良くないので終始して他人事感が強くてムカつく人の心ないんか。僕は斉藤さんではないんですけど、予想で言いますよ。立花さん一部の支持者の皆さんって言ってしまった場合、立花さんのどの発言が誹謗中傷だと思って立花さんを名指ししたんですかという質問が来てしまうんですよ。で、斉藤さんってツイッター僕見てませんとか、どういった発言があるのか分かりませんとか、知らないというポジションを取り続けてるんですよ。知らないのであればそれは質問しても答えられないじゃないですか。でもそういうのは良くないですって言っちゃうと、そういうのってどういうのですかっていうのを聞かれてしまうので、それを聞かれないためにはもう知らないし特定もしないっていうぐらい頭がいいんですよね。言質を取らせないっていうテクニックなんですよ。議論が得意で人だと、このパターンねっていうのがあるんですけど、そこのやり方をしてるので、すごく議論の上手い人なんですよ。かわし方としてはね、かわし方をされちゃうとね、なかなかね、攻めるの難しいんですよね。東大の元官僚ですからね。なので、同じようなことしか言わないもいいんですよ。ずっと同じことしか返さないから面白くない。いいんです。面白くなるのが仕事じゃないから。芸人さんとか YouTuber とかであれば、質問されたら毎回ちょっと答えを変えなきゃいけないとか、違う言い方をしてくださいって言ったら違う言い方をするとかあるんですけど、斉藤さんは別に芸人でも YouTuber でもないから、違う言い方をしてくださいって言われても同じ言葉を返す。質問する人のやる気をなくさせるというのが一番いいんですよ。喋りはね、つまらない方が得なんですよ。面白いと、
取材ずっと来ちゃうじゃん。取材に来てほしいというのであれば、まず面白いことを言って、その取材のテープがテレビに出るとかっていうのにすると、その取材どんどん来るんですよ。わざわざ兵庫県まで取材に行ったけど、これが1秒も VTR として使えなかったってなると、損じゃないですか。で、これを毎日やられたら、カメラマン雇いますとか、音声さんも入れますとかってなると、やっぱり人を動かすと1日5万円とかかかるわけですよ。で、これを10日間やって、1秒もテレビ放映使えませんでしたってなると、もういいんじゃねえ来月はやんなくてってなったりするんですよ。なので、つまらないし使えないという、どうでもいい発言をし続ける。でも記者会見は毎回ちゃんとやってますって言われると、じゃあもう記者会見行かない方がいいよねってなるんですよ。探られたくない腹があるときは、ひたすら面白くないことをやり続ける。でもここで記者会見をしないってやると、記者会見をしないからあの知事は良くないって言われちゃうので、記者会見はしてますよ。でも来ないあなた方の問題ですし、来た質問は全部答えてますよ。毎回毎回つまんない外したような答え方をしてるから報道されないんだけど、でも質問はちゃんと答えてますよって言うと、やるべきことはやってるよねということになるので、突っ込みようがなくなるんですよね。橘さん、有罪確定ですが、どうしたら刑務所にぶち込めますか？一応執行猶予4年ついているので、刑務所に入ることはないのですが、ただ4年間の間に何らかしらの刑事罰が起きると刑務所に入ってしまうっていうのがあるので、過去の橘さんの発言の有罪になりそうなもの、名誉毀損であるとか侮辱とかっていうのを見つけて、それを告訴状というのを書くと有罪になって執行猶予中に犯罪を犯したということになって刑務所に2年6ヶ月。もう一個有罪判決があると執行猶予中にやったってことでなるので、もう一個有罪判決を足して、例えばそのなんか半年ぐらいの刑務所に行くような罰をやったとすると3年ぐらい刑務所に行くことになるっていう侮辱罪っていうのが実はありまして、バカって26回行ったとかっていう人で一応確かね有罪判決受けたことある人いるんですよね。26回だと思うんだけどな、皆さん適当に調べてください。とはいえそんな感じでバカほども実は犯罪になるんですよね。名誉毀損と侮辱の違いが何なのかっていうのでよくあるんですけど、例えばあの人は詐欺師であるは名誉毀損なんですよ。詐欺師という犯罪者であるという事実が、詐欺師じゃなかった場合ね、本当に詐欺師だったら別にいいんだけど、詐欺師じゃない人に詐欺をする犯罪者であるという詐欺師であるという事実を伝えた。虚偽の事実を伝えて誰かの名誉を、イメージを悪くするっていうのだと名誉毀損罪っていうのになるんですけど、要は言われて嫌な気分になる。でも別にバカとかアホとか、テストで0点取ったからバカとか、テストで0点取ったが事実なので、そうすると名誉毀損なんですけど、根拠になる事実を加えないで、バカとかアホとかっていうのは侮辱罪っていうのになって、侮辱と名誉毀損で一応分かれるんですけど、でも一応侮辱も刑事罰があって、名誉毀損も刑事罰があって、デブがどっちかまだ多分判決ないんですよね。デブというのは見た目が太っているという事実を伝えるのであればそれは名誉毀損なんですけど、ただそのデブという言葉だけに見た目が太ってる、どれくらい太ってたらイメージを下げるのかっていうことまで言ってないので侮辱という範囲内かもしれないですね。キモいは侮辱ですね。そんなに裁判になることないんですよ。これぐらいで刑事沙汰にするのっていうのもあって、判例そんな多くないと思います。1回や2回バカとかアホとか言ったぐらいだと警察沙汰になるってことはあんまりないですね、僕が知る限りは。ひょっとしたらそういうのの刑事罰あるかもしれないですけど。橘隆さんがひろきさんのツイッター等の NHK 党に対する発言が間違っていて一度退団しよう逃げるなと言っていますが、ひろきさんからの反応がないことは自分が間違っていると思うからでしょうか。メンタリスト大悟さん、小田の川上さんが言いまかされてきましたが、売名行為には体の一定で退団しないのでしょうか。仇討ちをしてほしいと一視聴者としては期待しています。別になんかほっといても勝手に潰れるので何もしなくていいんじゃないかなと思ってるんですけど、僕が何かを言ったからといって別に考えを変える人ではないと思うんですよね。違法行為をしてはいけないよね。あなたのこれは違法行為ですよね。じゃあこの行動は良くないよねっていうふうに考え方を変える人もいるんですけど、自分のやるべきことのためには違法行為を辞さないと言ってる人であれば言葉で止めることはできないと思うんですよね。普通の人であれば説得っていうのってこうするのがあなたにとって良くないよねとか、こうすることによってあなたの家族にとって良くないよねとか、あなたの支援者にとって良くないよねっていうので説得することが可能な場合もあるんですよ。もしくはこれやめてくれたらお金払うよとか、お金だったらやめてくれるのかもしれないですけど、僕はお金払う気はないし、人の話を聞こうと思わない人であれば、あとはもう暴力か国家権力の多分二択なんですよ。僕暴力を振るって僕が捕まってもしょうがないじゃないですか。そうするとあと止められる手段としては国家権力しかないので、
訴えた人がいて、電磁記録なんちゃらとかと脅迫となんちゃらとかで刑事裁判になって、最高裁で判決を受けて、一応執行猶予はもらったんですけど、次なんかやったら刑務所入れるよっていう状態になった。なので止めようとするんだったらもう国家権力に止めてもらうしかないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの記入になります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。